界の謎に迫るトゥーランド Vlog の時間です。よいしょー。日本神話徹底解説編。日本神話界のヒーローであり究極のモテ男、そして悲劇の主人公である大国主について語ります。大国主。そう、前回ね、スサノオがお姉ちゃんのアマテラスに反抗して地上に落とされて、そっからヤマタノオロチを倒して地上でこうやって繁栄していったわけですよ。で今回お話しする大国主っていうのはこのスサノオの6代後の子孫なんですよ。おお、スサノオのつながりですね。そうだから前回のお話から結構時が経ったよってことなんですよ。今回お話しするこの大国主の、ね、エピソードは日本神話の中でもめちゃくちゃ尺長いんですよ。主人公期間がめちゃくちゃ長い。この大国主がまだ幼い頃、大名鞭と呼ばれてた頃からなぜ大国主と呼ばれるようになったのかっていう濃いお話をしていこうかなと思います。楽しみです。大国主は幼い頃大名鞭って呼ばれたんですね。この大名鞭には八十神っていう兄弟がいたんですよ。八十っていうのは80って書いて、日本神話ではこの80っていう文字はとにかく多いよっていう意味なんですよ。ああ、そういうことね。そうめっちゃ兄弟がおったよと。これだけでもスサノオのあの時代からめっちゃ子孫が増えたよっていうことがわかるじゃないですか。確かに。でこの大国主っていうのはこの八十神たちの中で一番年下で、なおかつパシられてたんです末っ子だから。末っ子やからもう荷物とか持たされてたよ。かわいそう。そんなね、八十神たち、お兄ちゃんたちがね、もうみんなあの神様、女神可愛いなって、もう噂で持ちきりのね、むちゃくちゃ美人な神様がいたの。これが八神姫っていう神様で、八十神たちがもう盛り上がってもうて、もう八神姫にみんなで告白しに行こうぜみたいな。もう修学旅行最終日みたいな。そんな告白する相手かぶれへん。テンションがもうそんな感じだった。で、わーってみんなでゾロゾロゾロって言ったり。で、もうものすごい数が多い。その一番後ろに荷物持ちとして参加しとって。大名鞭は。お前も行ったんだ、一応。全部の荷物背負わされてる。えぐい。後ろの最後尾を歩く荷物背負わされた大名鞭と、ね、ぞろぞろ前を歩く八十神たち。その先頭のお兄ちゃんが、1羽のウサギを見つけたんですよ。でもうびっくりこんなの。あれ死にかけ？真っ白なね、ウサギなんやけど、もう毛を全部むしられてて、もう肌丸見え、もうピンク色になってる。さっき剥かれたてのピンク色のウサギが「いたよ」って泣いてたので、八十神たちが「おいウサギよ」と「直し方教えてやろうか」「教えてください、皮膚がピンクになって痛いです」まずな、海水で体を洗うんだよ。で、風に当たって山の上でうつ伏せになったらそんなんすぐ治るから。で、ウサギさんが「いやー、わかりました、ありがとうございます」って言って、海水、でも海水ってもう塩やん。それしみるわけよ。しみるね。痛い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 、めちゃめちゃしみますやんってなって、でももう言う通りにしようと思って、でわーってこう山の上登っていって、風に当たるともう皮膚がパキパキになってひび割れてきたのよ。あらあらあら。痛い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 。そこを最後尾の大名鞭が通りかかるわけよ。おやおや、うさぎさんどうしたんだい、そんなに泣いてって。ありがとうございますお兄さんと、私近くの島に住んでたんですねと、その島を渡ってここに来たかったんですと。でもウサギやから渡られへんから、なんか嫌なのないかなと思って悪知恵を思いつくわけですよ。ウサギはね、その近くにおったワニに声かけて「君たちワニ一族とね、僕たちウサギ一族、どっちの数が多いか競争しようよ、数え合おうよ」って言うわけですよ。でワニさんはこの島から向こうに見えるこの岸までもう並んでってください、ね、でそれを僕がこう踏みながら数えていくから、その後は僕らウサギを全部集めて数えてよと、どっちが多いか勝負しよう。でワニが「面白いじゃないか、じゃあ俺たち仲間集めるから」ってバーってワニの仲間集めて、ワニの道を作ってウサギが。でウサギがこうやって123ってこうやって渡りながら数えていったわけ踏みながらね、ワニ最後のワニを踏むぐらいの時に「バーカ、島を渡るために言ったんだよ」みたいな、このバカ野郎みたいなことをウサギこうやってふんふんって渡ろうと瞬間に、このワニがうわーって皮をビーって破って全部ガーでこうなってる。お前が悪い。自業自得ない。もう八十神も悪いし、ウサギも何してんねんみたいな。確かに。そんなね、しくしく泣いてるウサギさん不憫に思ったこの大名鞭はですね、適切な処置をしてあげて治してあげるんですよ。おー、優しいね。こんなところからね、大国主大名鞭っていうのは医療の神様だとかも言われてるんですけどね。でこの
しくしく泣いてたこの白うさぎさんが実は八神姫と友達やったんですよ。八十神なんか絶対あかんでと、絶対大名ムチさんと結婚しやって八神姫に言って、でそのプロポーズできた八十神を全員断って、私は大名ムチさんと結婚しますって宣言したんですよ。大逆転みたいな。そうすごいこの昔話っぽいというかでこの一連の流れを稲葉の白うさぎ伝説、この伝説が残ってるのが鳥取県の稲葉っていう場所なんよ。この白うさぎが今もう神格化されてて、白兎神社とかいろんな神社に祀られてるんですよ、この白うさぎが。うさぎがね。でまあそんなことでちゃんちゃんってまあその八神姫と結婚できてよかったね大名ムチさんって話ではないんですよ。ではない。だってその八十神たちどうなんのよ。ああ、プライドズタズタ。いじめてた一番最後尾歩かせてた大名ムチが最後このハッピーエンドで終わらせる回という。なんとですね、この大名ムチは八十神全員から嫉妬を買うんですよ。八十神たちが相談をして決めるわけですよ。大名ムチを殺そうって。そこまで。そう殺そうって計画すんのよ嫉妬で。でその八十神たちが「おい大名ムチ、なんか赤いイノシシが出たらしいからみんなで捕まえようぜ」って言って、この赤いイノシシを俺たちが追いかけるから俺らが追いかけた先で待っといてくれと、で追いかけたその赤いイノシシをお前が捕まえてくれみたいなことをお願いすると。いや俺だけちょっとリスク高ないそんな全員で追いかけ回して俺が捕まえんの最後のね。それもちょっとおかしいな、ちょっとモヤモヤしながらこれ待ってたのよゴールキーパーぐらいの感じででそこにお兄ちゃんたちがもう熱々に焼いた大石をイノシシの形にして「イノシシが来たぞ!」って「捕まえろ!」って言って上からピューって投げんの。うわー、で熱々になってイノシシの形した大石がこう来んねん。でその大名ムチが「イノシシ来た、捕まえないとお兄さんに怒られる、熱って言って死ぬの。死んだの？死ぬの？主役死んだ。ここでねガチで死んじゃうんですけど、お母さんがもう嘆き悲しみすぎてもう諦められへんと、もう大名ムチさすがにちょっとなんとか生き返らしたいってなって、その神結びっていう一番最初ね、日本神話が始まる一番最初に現れた雨のみなか主とって、ですぐ姿を消したみたいな。それがしばらく続くのがね日本神話の最初なんですけど、その3番目に生まれたイザナギとかイザナミよりもだいぶ前の神様、神結びっていう神様にちょっと息子を生き返らせてくださいって言いに行くのよ、大名ムチのお母さんが。でこの神結びが分かったと、大名ムチ生き返らせてあげようってことで薬とかをあげて、それ大名ムチにわーって塗ってあげるともうすっかり元気になって生き返ったの。おー、すげえ。で考えてくださいよ、イザナギとイザナミがあんだけ悲しんで生き返られへんかったのに、ここでは普通に生き返るっていう、確かにちょっとよく分からへん神様の采配次第なのかねっていう、まあとにかくツッコミどころはあるけど生き返るわけよそこで。で最初神お兄ちゃんたちは「いやあいつまた何生きとったんかい」みたいな、もう一回殺そうって、でもう一回殺すことにするんだよ。で大名ムチってやっぱいい人やんか、もうすごいいい人なの。後ろウサギを助けたりね、そうだね。ピュアやから一回殺されてんのにお兄ちゃんの言うこと聞いちゃうねん。うわピュアなのかバカなのか。で次そのお兄ちゃんたちは木あるやん、これを半分に切ったの、でグーンってこう裂けるチーズみたいにしてもう何人ものやつがグーってこっちで引っ張って、こっちで引っ張って、こっちでグーって引っ張って、もうすごいこんな状態にしてて、で大名ムチに「ちょっと大名ムチとこの木の間に立ってほしいんや」っていうそのお願いをすんねん。明らかにあかん。で大名ムチはいいよって言って、なんでその真ん中のここに座ったわけで、せーのピターンうわーってもうぐしゃうげって言って殺される。そうなのまた。でここで死んじゃったから、またお母さんが嘆き悲しみ、もうそうなるよね。でもう次もうお母さんもめちゃくちゃ頑張って、大名ムチを生き返らすのよ。お母さんが頑張ったよ。次できた。自力で。初めからせお母さん最初のシーンは神結びのお願いしたって書かれてんねんけど、次は自力で多分直してる。いけんのかい。謎。さすがに大名ムチもこのままおると八十神に殺され続けると。やっと気づいた。やっと2回殺されてやっと気づいて、お母さんもちょっとここから離れなさいと。でスサの6代前のね、要は先祖というか、スサノオが根の片すくにってとこに住んでるから、そこに行ってきなさい。
って言われんのよ。そのおじいちゃんに力借りに行こうと何しに来たか知んねえけどよ、今日は泊まってけよ。次佐野で火をつける。うわー、おーナムチみたいなやっ